こんにちは、ミッキーです。今回は2023年版令和の注目ベーカリーカフェ11選をご紹介していきます。昨年もベーカリーカフェ特集してるんですけども、結構好評だったので、今回もベーカリーカフェ企画として東京都内のベーカリーカフェをご紹介していきます。ちょうどだんだんと春を迎え、暖かい気候の日も増えてきたかなと思うんですけども、そんな時にぜひともテイクアウトも含めて楽しみたいのがパンかと思います。今回はベーカリーカフェですので、もちろんテイクアウトも可能なお店が多いですし、店内でも楽しむことができるようなカフェが多いかなと思っています。さらに、ベーカリーカフェというだけありまして、コーヒーも本格的で、パンとのペアリングを考えられたお店も多いので、コーヒー好きな方ももちろん必見かなと思っています。本当に多種多様なお店をご紹介してますので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルでは、カフェ巡りなど、日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは五反田駅の近くにありますブレッド&コーヒー池田山というところでございます。自家製パンと自家焙煎コーヒーをコンセプトにお子さんから年配のお客さんまで誰もが普段使いできるようなお店を目指す地域密着店になっています。ちょっと駅から歩くんですけどもワンコインでいただけるモーニングセット等もありますのでとてもおすすめになっています。素材の持つ味や香り、食感を最大限に生かしたパンを届けたいという思いから手間を惜しまず粉のこね揚げから全て店内で行いますオールスクラッチ製法にこだわっています。こちらガラス張りの店内では焙煎やパン作りの様子を眺めつつこだわりのパンやコーヒーを楽しめます。お店の人気ナンバーワンはパンドミでございまして、独自の製法で水分量を 90% にまで高めた生地はしっとりもっちりしていまして、小麦の美味しさを存分に感じられるような一品になっています。お客さんから食べたいパンを募り、パンドミと同じ生地で作りましたメロンパンも根強い人気があるということでございました。先ほど申し上げました通り、ワンコインで楽しめるモーニングメニューの中では一番おすすめでございますパンドミのトーストセットもいただくことができますので、ぜひとも頼んでいただきたいなと思ってるんですけれども、モーニングの時間帯は10時までと限られていまして、私この日は10時ギリギリに訪れてしまいまして、モーニングには間に合ったんですけども、パンドミは全て売り切れてしまっていましたので、ぜひ余裕を持ってモーニングを訪れてほしいなと思っています。そんな中、代わりにギリギリでいただくことができましたのがこちらのクロワッサンセットになっています。円安による原材料の高騰に加えまして、物価自体もそもそも上がっていますので、この500円のワンコインでいただけるモーニングとね、本当に貴重だなと感じているんですけれども、その中12月現在でも500円でいただくことができましたのがこちらのモーニングセットになっています。クロワッサンもこれだけ大きくて本格的なものでしたので、ぜひともいただいてほしいなと思っています。続いては食べログ100名店常連代々木上原の人気ブーランジェリーでございますマンマーノというところでございます。パリの16区をイメージしたブーランジェリー&カフェのマンマーノなんですけども、毎日60種類のパンを焼いているパン好き必見のお店になっています。フランス語でマン、イタリア語でマーノ、それぞれ手という意味を持っていまして、手作りのパンで手と手をつなぎたいという思いで名付けられたということでございます。オールスクラッチ製法のパン作りのテーマは粉と水の融合、小麦、バター、野菜、水に至るまで厳選した素材を生かしたより幸せになれるパンを提供してくれています。こちらのお店のオーナーは噂によりますと、パリの5つ星店で修行をされてこちらに進出されたということでございますので、本当に美味しいパンを味わえるのかなと思っています。そんな本場仕込みの製法と良質な食材で作られるシェフの創作レシピも注目だということでございまして、こういったテイクアウトも可能、イートインも可能なパンに加えまして、季節のスープとパンの盛り合わせセットのマンマーノブランチというメニューですとか、1日5食限定のパンケーキセットの提供もございます。お店自体8時からやっていまして、8時のオープンの時間帯からセットメニューを試すこともできますので、ぜひ参考にしていただいて、店内でも楽しんでほしいなと思います。この時はちょっとですね、テイクアウトでビール飲みながらパンを食べながらという形で利用させていただきましたので、こういった形でシートの上でいただいています。この日はバゲットショコラ、塩バターパン、トマトバジルチキンをいただいたんですけれども、この塩バターパン230円といった形で比較的リーズナブルにいただけるパンが非常に多いので、お財布にも優しくいただけるところもポイントになっているかなと思っています。
続いてご紹介しますのは、三軒茶屋に密着した地域のベーカリーでありまして、美味しいパン屋さんでもあります、ブーランジェリーボヌールさんでございます。こちらは溶岩で作った石窯で焼き上げたパンを提供するお店でございまして、焼きたてのパンを常に提供してくれるというこだわりっぷりでございますので、ぜひ立ち寄っていただいて美味しいパンを味わっていただきたいというところでございます。こちらの栄通り店のブーランジェリーボヌールさんなんですけども、こちらはイートインスペースがありますので、他のブーランジェリーボヌールさんと比べてゆったりとくつろぐことができるところも嬉しい部分になっています。早速今こちらのお店の中で紹介していますのは、たくさんの種類があります焼きたてのパンになってるんですけども、特におすすめなのはブーランジェリーボヌールさんの看板商品でありますパンボヌールでございまして、フランスの人気パン工房でありますポアラールで働いていたシェフが考案した天然酵母と石臼焼きの全粒粉を使用した乾パンだということでございますので、そのあたりも注目していただきたいのと、先ほど映像をさせていただいていましたおにぎり型のパンはこちら栄通り店限定だということでございますので、せっかくなのでこの辺も試してみてください。こんな形で作っている工程なんかも確認していただくことができるので、ぜひそのあたりも注目していただいて、焼きたてのパンを見た目からも楽しんでいただきつつ、お腹も心も満たしてほしいです。ちなみに必ず30分に一度焼きたてを提供するという徹底した提供スタイルを貫いてくれてますので、そのあたりもとても嬉しい心遣いですよね。こちらこの日にいただきましたボヌールセットでございます。700円でパンの詰め合わせをいただくことができまして、クロワッサンを含む5種類を日帰りで提供してくれるという形でございます。もちろんコーヒー等のドリンクもつけていただくことができるので、その辺もセットでとても嬉しい部分です。こちらのメニューにもなっていますボヌール、そしてお店の名前でもありますボヌールさん、これはフランス語で幸せという意味を示しているということでございますので、そういった幸せを願ってパンを作ってくれて、心遣いもとても素敵なお店になっていますので、ぜひこの地域密着な美味しいパン屋さん一度は試してほしいなというところでございます。この日もイートインスペースでゆったりと楽しむことができたんですけども、結構お店への出入りは地域の方を含めまして多い印象でございますので、混んでる時間に当たってしまうともしかしたら席も空いてないかもしれないので、時間にはゆとりを持って訪れてほしいなと思っています。前回の特集でご紹介した二足歩行コーヒーロースタンズさん、そして十二分ベーカリーさん含め、パンはとても美味しい地域でございますので、ぜひいろいろと試してほしいです。続いてご紹介しますのは、2022年7月にニューオープンしましたプロフィテサンセリテさんでございます。こちらまさにオープンしたての頃の映像を映させていただいているんですけども、こちらのお店は祖師ヶ谷大倉にオープンしたお店でございまして、食パンが毎日500均以上売れるとの紹介で注目を集めています人気ベーカリー店になっています。こんな感じで、こちらのサンセリテさんはイートインスペースもあるところが注目のポイントになっていまして、他にもサンセリテさんあるんですけども、基本的にはテイクアウトのお店がメインになるかなと思っています。こんな感じで店内に入っていただきますと、たくさんのパンが右手にずらっと並んでいまして、その雰囲気も相まってとても美味しそうに見えるようなお店になっています。以前にご紹介させていただきました表参道編の動画の中でちらっと触れているんですけども、今表参道ではアマムダコタンというお店が人気かと思うんですけども、そこにも引けを取らないような見栄えになっていますし、とても美味しいパンがリーズナブルにいただけるというところも、こちらのサンセリテさんをお勧めしたい理由の一つになっています。埼玉県狭山市に本店を持つ天然酵母パンの人気店でございまして、祖師ヶ谷大倉の町では2019年の9月に駅の北側にもオープンしたお店がありまして、こちらはその2店舗目になっています。ただですね、こちらのお店はサンセリテというお店の前にプロフィテとついていまして、こちらのプロフィテという言葉にはフランス語で楽しむという意味が込められていまして、楽しんでほしいという思いがこちらのお店には込められているということでございます。なのでですね、こういったパンの陳列方法を含めまして、パンからもこの楽しい気持ちが込み上がってくれるような、そういった雰囲気作りを作ってくれているのかなと思っています。こちらにも映しています通り、クローネというパンも提供していただいていまして、こちらはお店の中で冷たいカスタードを詰めてくれるところがポイントになっていますので、ぜひそういった部分も楽しんでほしいなと思っています。国産の小麦粉と星の天然酵母で時間をかけて発酵されたパンは、老若男女問わず愛される優しい味わいになってますので、そういったところもぜひですね、噛み締めていただければと思います。この日はこんな感じでテイクアウトさせていただいて、今映している映像はパンを半分にして切っていただいている様子になっています。で、こちらのサンセリテさんは他のお店に比べて惣菜パンが多めだということでございますし、さらに熟成ベーグルもいただけるところがポイントになっています。続いてご紹介しますのは
食べログパン100名店2022にも選ばれましたフランス産の上質な素材と手作りにこだわっていますパリ発祥の名店でございますリベルテパティスリーブーランジェリーでございます。こちら東京の本店になっています。透明性、親近感、品質がコンセプトのお店になっていまして、本店であるリベルテは2013年オーナーであり創設者でございますミカエル・ベニシューさんによってパリにオープンしたということでございます。若手のクリエイターや起業家など新しい感覚のライフスタイルを持つ人々が集まるエリアにフラッグシップストアとしてオープンして競争を勝ち抜いてきたということでございます。ここ吉祥寺にある東京本店はリベルテの世界展開1号店だということでございますので、そういった観点でも注目すべきお店になっています。フランス産直送の小麦粉、フランス産の AOP バターや塩など上質な素材のみを使用し、店内でパンやケーキなどを製造してくれているということでございます。添加物を極力使わず伝統的なフランスのケーキ等もリベルテ流にアレンジしたメニューを提供してくれてますので、そういった素材にもこだわったメニューをぜひ堪能していただければというところでございます。で、店内入っていただきますと数々のケーキのメニューがディスプレイされていまして、その見た目もとても美しくてまさにフランスらしいようなアーティスティックなもはや芸術作品とも呼べるようなフードメニューがたくさん確認できるかなと思います。でさらにですね、こちらのお店の注目すべきポイントとしましては、スイーツメニューはもちろんのこと、野菜、肉、魚のプレートランチなどパリの味わいを堪能できるということでございますので、一日中その魅力を感じることができます。ちなみに今映しています通り、ランチセットにケーキをつけていただくことができるというところもポイントになってますので、ぜひこの辺りも確認していただければと思います。他にもたくさんのドリンクメニューが用意されていますので、ソフトドリンクはもちろんのことですね、コーヒーメニューや紅茶メニュー、そしてアルコールメニューなんかも参考にしていただいて、独自のお気に入りのペアリングを探していただければというところでございます。で、メニュー表の一つ一つにはそのケーキの特徴ですとかメニューへのこだわり書いていただいてますので、ぜひ十分にチェックしていただいて一番お気に入りのメニューを頼んでいただければというところです。こちらランチメニューを今回いただいたんですけども、ランチメニューリベルテ風の無水ビーフカレーについてきますパンでございます。パンは確かおかわり自由だったかなと思いますので、ぜひですね、満足にいくまで思う存分パンを注文していただければと思います。そしてこちらがこの日いただきましたリベルテ風の無水ビーフカレーと、あとはセットのホットコーヒーでございます。特にこの日も昼間に伺ったんですけども、女性のお客さんがほとんどでございまして、こういったおしゃれな空間でもありますし、ヘルシーなランチをいただけるということでございますので、そういった用途も含めまして大人気なのかなというふうに感じています。たまたま私が拝見した本田翼さんのチャンネルでもですね、こちらのお店確か訪れていたのかなと思っていますので、そういった芸能人の方ももしかしたらこちら利用されているのかなといった印象でございます。フランスというとやっぱフランスパンの発祥地でもございますし、あとはファッションの街としても知られているからこそのこの上質な空間なのかなと思いました。続いてご紹介しますのは、食べログビストロ100名店2021に選出されましたおしゃれカフェでありますブラッスリービロンさんでございます。こちら丸の内店をご紹介してるんですけども、渋谷店もあるようなので、ぜひ気になる方は渋谷の方も訪れてほしいお店になっています。丸の内店と言います通り、東京駅の数地区にあるお店になってますので、東京に来られた方が朝から活用するにはとてもお勧めできるようなお店かなとも思っています。こんな感じでモーニングメニューはメニュー A からメニュー E までありますのと、メニューステークというのもありましたので、ぜひですね、懐事情とも相談しつつ、お好みのスタイルで朝ごはん楽しんでほしいなと思っています。こんな感じで店内に入っていただきますと、早速めちゃくちゃ美味しそうなパンだったりとかケーキだったりとかが置かれていますので、ぜひですね、この辺りも確認していただいて、東京のお土産とかにも買っていただくのもお勧めできるかなといったところでございます。ただですね、結構値段はしますので、その辺は先ほども申し上げた通り、財布の事情ともご相談しながら考えていただくととてもいいかなと思っています。もうただただ眺めているだけでもとても満足感たっぷりになっていますし、こちらの東京駅のエリアですと、ここで買っていただいたパンをテイクアウトしていただいて、例えば皇居周辺を散歩していただいたりとか、あとは日比谷公園周辺を散歩していただくといったご利用用途でもとてもお勧めできるかなと思いますので、ぜひこちらでパンを買っていただいて、あとはコーヒー等もテイクアウトしていただくというところも別の楽しみ方になるかなと思っています。こちらのビロンさんの一番の魅力は、今映していますようなパリのバゲットコンクールで優勝したお店でも使用されている高品質の小麦粉レトロドールを使った本格バゲットになっています。
フランス語でカジュアルな居酒屋という意味を持つブラッセリーとして、フランスの日常的な料理と一緒に各種ワインも楽しめるといったお店になってますので、朝はもちろんですけれども、夜の時間にもおしゃれに過ごすことができるかなといったところでございます。このバゲットを使ったメニューも非常にたくさんありまして、例えばこの辺りの東京駅周辺にお勤めのサラリーマンの方々なんかは、こちらをテイクアウトしていただいて、昼休憩等にご活用いただくというのも一つお勧めできるポイントかなと思っています。そして店内はこんな感じで天井の高い様子にあるフランス風の空間になっていまして、こちらで昼ご飯だったりとか、もちろん朝ご飯、そしてディナーも楽しむことができるかなといったところでございます。で、この贅沢な空間は赤を基調としたおしゃれな外観ともすごくマッチングしてますので、そのあたりも注目になっていますし、細かい装飾にこだわったクラシカルな店内空間もめちゃくちゃおすすめでございます。で、こちらがこの日にいただきましたメニュー B でございまして、クロワッサンとサラダとスープがついたメニューになっています。他にもですね、看板メニューの馬肉のタルタルというものですとか、フランス直送のドーバーソールのムニエル、あとは伝統的なフランス菓子もおすすめになっていますので、そのあたりも時間に余裕がある方はじっくりと楽しんでいただきたいと思っています。で、このクロワッサンもですね、めちゃくちゃ外はさっくり中はふんわりといった言葉がぴったりなパンになっていましたので、ぜひご自身でお店に訪れていただいて確認していただきたいなと思っています。他にも朝からサラダやスープを味わえるというところで栄養バランスも比較的優れているかなと思いますので、そういった部分もおすすめかなと思っています。続いてご紹介しますのは、日比谷ミッドタウンからジャン・フランソワというところでございます。こちらは日比谷ミッドタウンの1階にあります日比谷フードホールというところにあるお店なんですけども、以前に有楽町日比谷編でご紹介させていただきました日比谷焙煎コーヒーの近くにあるお店になっています。もちろん今映しています通り、イートインで楽しむこともできるんですけども、テイクアウトでパンをいただくこともできますので、幅広い楽しみ方ができるような場所になっています。さらにですね、このパンを買っていただいた上で、こちらでコーヒーメニューを頼んでいただくのもいいですし、今さっき申し上げました日比谷焙煎コーヒーで本格的なコーヒーを味わうというところもお勧めできるかなと思いますので、ぜひ有楽町日比谷等にお勤めの方に関しましては、そういった活用方法もご検討いただければと思います。日比谷ミッドタウンと言いますと、東宝シネマがあることでも有名かと思いますので、例えば映画館でチケットを購入いただいて、その時間を潰すときにもぜひこちら参考にしていただければというところでございます。こちらはフランス最優秀料理人賞受賞のシェフでございますジャン・フランソワ・ルメルシエという方の技術と精神を受け継いだベーカリー&カフェになっていまして、工房一体型の店内で焼き上げました常時なんと50種類以上の芳醇な香りのある出来たてのパンをいただくことができるお店になっています。パンは素材が持つ風味を最大限に生かすために、フランス産をはじめそれぞれのパンに合う様々な産地の小麦や使用食材を厳選しているということでございます。ベーカリーでございますので、テイクアウトがメインなのかなと思ってましたけれども、先ほど映していました通り、カフェスペースがそこそこ広いところも嬉しいポイントになっています。そして注目ポイントの一つがお得なモーニングセットになっていまして、オープンが9時、そして11時までの時間限定になっているんですけども、税込み583円で本格クロワッサンとコーヒーがいただけるのはとても高コスパだなというふうに感じています。さらにクロックムッシュセットやキッシュセットなど、モーニングとしては他の選択肢も用意されていますので、そういった部分も嬉しい部分ですし、ぜひそちらが気になる方はそちらも試してほしいなと思っています。こちらこの日いただきましたモーニングのクロワッサンセット、そしてちょっと個人的には少し気になっていましたのでメロンパンも合わせていただくことにしました。このクロワッサンなんですけども、ちょっと特徴的な形かなと思うかと思うんですけども、このクロワッサン自体もとてもサクサクとした生地が特徴的でございまして、一般的な三日月型のクロワッサンとはまた違った味わいを感じることができるかと思いますので、ぜひ試してほしいです。またこちらコーヒーも結構美味しかったので、先ほど近くの日比谷焙煎コーヒーもいいよというふうにお勧めしたんですけども、こちらも十分に美味しいコーヒーが味わえるなと感じることができました。続いてご紹介しますのは、田町からアンドコーヒーメゾンカイザーさんというところでございます。メゾンカイザーと言いますと、おそらく皆さんもご存知かもしれないんですけれども、ブーランジェリー文化を日本に広めてきたお店としてとても有名でございます。そんなブーランジェリーとして有名なメゾンカイザーさんが食のトータルプロデュースブランドとしてオープンしたカフェがこちらアンドコーヒーさんでございます。
先ほどから申し上げてます通り、パンを中心に展開してきたメゾンカイザーさんが次のステージとしてペアリングを提案していきたいと考えまして、ドリンクも季節ごとに異なるメニューをご提案してくれます。店名の&というところには、コーヒーと合うパンをの&ですとか、逆にパンにマッチするコーヒーをという新しい組み合わせを模索する意気込みが込められています。特に徹底して追求しますのは、焼きたてのクロワッサンとこだわりコーヒーのマリアージュ。この日も実際にそのマリアージュを体感してみたんですけれども、ぜひ皆さんもこの焼きたてのクロワッサンと一緒にそのドリンクの組み合わせ体験してほしいなと思います。先ほどお店の客席の様子もご紹介したんですけれども、電源も完備していますので、例えば作業向けに利用するのもとてもおすすめですし、この田町というエリアがビジネスマンの方々がたくさん行き交うような街になっていますので、昼休憩とかにもとても忙しい場合でも美味しいご飯が食べたいというケースにはとてもうってつけなカフェになっているかなと思います。私もこの日はちょうど平日の有給休暇使った時に訪れてるんですけども、カフェの映像を撮らせていただくために、空いてる時間を狙ってはきたんですけども、どんどん人が入ってきてしまってですね、特に昼時はとても人気な様子なんかが感じることができたかなと思っています。そしてこちらはこの日に頼みましたクロワッサンと、あとはシーズナルドリップでございます。先ほど申し上げました通り、シーズナルドリップということもありまして、コーヒーはその季節ごとのメニューを楽しめますので、ぜひ注目していただきたいですし、430円という値段でこれだけ大きなサイズいただくことができますので、特にサラリーマンの方々なんかがコーヒーを注文していただいてテイクアウトするという用途でもとてもお勧めできるかなと思います。あとはこのこんがりと焼き上げたクロワッサンですね。ぜひ試していただきつつ、皆さんご自身がお気に入りのペアリングを模索していただければと思います。続いてご紹介しますのは、私も大好きなお店であります、B スクエアードさんの南麻布店でございます。こちら以前にご紹介させていただきました清澄白河編や令和のベーカリー特集でもご紹介してますので、ぜひそちら確認いただきまして、清澄白河店、そして東洋町店も確認していただければと思うんですけども、まさにこちらの南麻布店は2022年の6月にオープンしたばかりのお店でございます。B スクエアードさんは日本初となるベーカリー工場とコーヒー焙煎工場が一体となった新インダストリアルカフェでございまして、こちらは先ほど申し上げました通り3号店になっています。自家焙煎のコーヒーだけではなくて、こちらにも映しています多種多様な天然酵母のパンが朝から楽しめるというところがとてもおすすめなポイントになっています。こちらで提供されるパンに使われています小麦粉は、十勝の前田農産さんから産地直送で仕入れたものを使いつつ、さらにですね、小麦粉の風味を最大限引き出すために 100% フルーツの天然酵母を使用されているということでございます。こちら B スクエアードさんはこういったグッズもとてもおしゃれでございますし、コーヒー豆のパッケージも素敵な形になっていますので、ぜひ気に入られた方はこちらお土産用にもご自宅用にもご活用いただければなと思います。そして先ほど申し上げた小麦なんですけれども、その年に採れた小麦を速やかに製粉し、引き立てのまま味わうプロジェクト、新麦コレクションの小麦粉も季節ごと、期間限定で使用するということでございますので、ぜひその最高品質のパンも味わっていただければなと思います。惣菜系、スイーツ系、サンドイッチ、デザート系、揚げパンなど、品揃えの豊富さも魅力の一つになっていますので、何度か訪れるうちに皆さんのお気に入りのパンを探していただければなと思います。こんな形でアーティスティックな外の席もありますので、ぜひここでパンと一緒にフォトジェニックな写真を撮っていただければなと思います。ちなみにこの日は昼間に伺ったんですけれども、実はその時伺ったのは2回目になっていまして、最初に訪れた時には夕方頃に伺った都合もありまして、パンの選択肢もだいぶ減ってきてしまっていたので、ぜひですね、このお店、何としてでもパンを選びたいという方に関しましては、午前中もしくは昼に訪れていただくといいかなと思います。自家焙煎コーヒーを自慢にしているお店でもありますので、豆の種類も非常に豊富でございますし、コーヒー好きにもとてもお勧めできるかなと思います。ちなみにコーヒー豆は深入り、中入り含めて様々な種類から選べますので、お好みをバリスタさんに伝えていただいて抽出していただけるといいかなと思います。後でご紹介しますのはエスプレッソトニックというものでございまして、夏の季節には納涼感漂うようなドリンクもいただけますので、とてもおすすめになっています。で、イートインでいただく場合にはこういったおしゃれなカップでいただくこともできますし、このカップ耐熱性もありまして、このゴムの部分がグラスであまり熱くなりすぎずっていう形で使うことができるので、もし気に入られた方はグッズとしても買っていただければなと思います。こちらのお店なんですけども、麻布十番および白金高輪から10分程度と少し距離はあるんですけども、ぜひ訪れていただきたいお店になってますので、今回の動画を参考にしていただければと思います。
続いては食べログパン100名店2022にも選出されました365日と日本橋でございます。こちらは17種類の国産小麦を使い、ハムやベーコン、あんこなども手作りする自然派の新しい日本のパンを提供する食のセレクトショップになっています。全国から集めました米、醤油、味噌、納豆、卵、野菜、お茶、コーヒーなどのこだわりの食材ですとか、お皿やナイフなどの食雑貨も取り揃えておりまして、どれも注目の品になっています。こんな形で見てるだけでもこのおしゃれな空間を想像できるようなとてもこだわりの品が揃っていますので、ぜひ気に入ったものがありましたら購入していただきたいなと思ってます。こちらのお店は開店直後から行列のできるパン屋さんになってるんですけども、テイクアウトで利用されている方も多いので、開店率は比較的いいかなと思ってます。一つ一つのメニューにもですね、そのこだわり等が書かれていますので、ぜひ確認していただいてお好みのパンを選んで頼んでいただきたいなと思います。特に有名なのはクロッカンショコラになっていまして、以前に三軒茶屋の十二分ベーカリーさんを訪れた際にいただきましたので、この日は別の白のパールクロッカンを敷き詰めたメニューでありますレモンミルクフランスをいただくことにしました。他にもですね、この系列ですと、以前に代々木上原編で15度さんをご紹介させていただいていまして、そちらは閉店してしまったんですけども、同じ代々木上原のエリアに365日というお店がありますので、もし機会がありましたらそちらの方も試していただきたいなと思っています。他にも先ほどちらっと申し上げましたけども、三軒茶屋の十二分ベーカリーさんには併設されている二足歩行という自家焙煎コーヒー店がありますので、コーヒー好きな方はそちらに訪れていただいて、お好みなコーヒーも合わせて探していただくととてもいいかなと思います。ちなみに二子玉川にもお店がありまして、そちらのお店はまたちょっと違って広々とした席も用意されているようなそんな空間になってますので、この後ご紹介していきたいと思います。その中、こちらは先ほど申し上げましたレモンミルクフランスに加えて、北の香りというパンと、あとは畑というメニュー、そしてアメリカーノをいただいてみました。アメリカーノは先ほど申し上げました二足歩行さの豆を使っているこだわりのメニューになっていますので、とても美味しいです。そして今映していますのが畑というメニューでございまして、契約農家さんの畑を表現し、野菜をたっぷり使った赤味噌風の和風フレンチトーストになっていました。そして最後にご紹介しますのは、2020年5月にニューオープンしています二子玉川の365日とコーヒーでございます。先ほどご紹介しました365日と日本橋に比べまして、とても席の数が多くてゆったりと過ごせるところもポイントになっています。と言いますのも、食の声を聞くをコンセプトに生まれた365日が手掛けるパンとコーヒーのお店。どんな食にもここにたどり着くまでの道のりがある。生まれた場所、育ちの環境、旅の景色、今日の天気と機嫌。コーヒー片手に腰を下ろしてその物語を聞いてみる、そんなコンセプトのもと運営されているお店でございます。そんなこちらの空間では、今映していました通り、ブックディレクターの幅義孝さんが選出した100冊の本も並んでいまして、パンにまつわる本や絵本を中心に興味深いものばかりでございました。他にもコーヒー豆もとても本格的でございまして、以前にご紹介させていただきました三軒茶屋の自家焙煎コーヒー店二足歩行の豆を使っておりまして、ナチュラル製法の木豆に特化した豆本来の香りや味わいを楽しめるような、コーヒー好きにとっても満足感が高いような一杯を提供してくれています。で、こちら先ほどの365日と日本橋も同じなんですけれども、お店の接客も良質でございまして、心地よい心がけをしてくれるところが、このウルトラキッチンさん系列のお店になっているかなと思いますので、安心して時間を過ごすことができるような、そんな空間でございます。で、繰り返しになってしまうんですけれども、パンのこだわり改めてご紹介しますと、食のセレクトショップとして代々木上原に店を構える365日が手掛けるパンをこちらでもいただくことができまして、17種類の国産小麦を使い、ハムやベーコン、あんこなども手作りする自然派の新しい日本のパンを提供してくれる、そんなお店でございます。愛情が込められて一つ一つ作られたパンは、自然の恵み、生産者、365日全ての人の思いを感じられるような、そんな空間になっていました。で、二子玉川と言いますと、河川敷のところとか、あとは二子玉川公園、以前にリージョナルランドマークストアのスターバックスをご紹介してるんですけども、今回こちらでご購入いただいたパンを、その二子玉川公園に持っていただいて、スターバックスのコーヒー片手に河川敷でいただくというのも個人的にはおすすめかなと思いますので、ぜひそういった活用方法も検討していただければと思います。以上、今回は令和のベーカリーカフェ11選として2023年版をご紹介させていただきました。東京都内、特に幅広くご紹介させていただいてますので、皆さんのお住まいの地域、よく利用されるような勤務先の地域なんかも、今回のお店のご紹介の中にはあったのかなと思っています。
個人的にもベーカリーカフェとても好きで、朝ごはんにも活用できますし、時間がない時のランチにも使えますし、例えば冒頭にご紹介したようなピクニックにも使うことができるかなと思いますし、本当に幅広い活用ができるところがポイントですよね。さらに気に入った場合は、日持ちもそんなに悪くないかと思いますので、翌日の朝ごはん用にちょっと多めに買っていくなんてこともおすすめかなと思っています。で、あとは B スクエアードさんですとか、365日さんなんかはコーヒーもとてもおすすめでございますので、合わせて購入いただくのもとてもおすすめです。以上、ミキでした。ありがとうございました。